はい、どうもこんにちは。ともにジャパンです。このチャンネルでは船旅をメインに日本各地のちょっと非日常な船旅の魅力をお届けしています。早速ですが、私は現在鹿児島県の奄美大島にある奄美ポートタワーホテルにいます。なぜ私がここ奄美大島にいるかというところは、前回のこちらの動画、鹿児島新港から奄美大島までの船旅の動画を見ていただければわかるかなと思いますので、ぜひ合わせてこちらの動画もご覧ください。今回の船旅は島巡りの旅第2弾ということで、本日はここ奄美大島から与論島までですね、船旅の方をしていこうかなというふうに思っております。ということで、時刻は現在朝の4時30分。見ていただいたら分かる通りなんですけれども、外が非常に真っ暗で、まだ太陽も昇っていないような時間帯になります。街の人々が起き始める前のこの静かな街並みっていうんですかね、なんていうか、世界に自分一人しかいないんだっていうようなちょっとした高揚感みたいなものを味わっております。そんなことを考えながら、だいたい5分ぐらいですかね、歩いたところで奄美大島にあるこちらの名瀬港に到着いたしました。今回私が泊まっていた奄美ポートタワーホテル、前回の動画でもお話ししたようにアーリーチェックインもできるんですけれども、やっぱり名瀬港からすごい近くにあるというのは、今回雨も降っているのでとても嬉しかったですね。ということで、今回フェリーが出発する奄美大島の名瀬港に到着いたしました。相変わらず街並みは少し暗めなんですけれども、この名瀬港は朝早くから営業しているということもあり、ライトが点灯していました。早速中に入っていきましょう。階段を上って中に入った先にある待合所、非常に広いスペースになっておりました。主な設備としては自動販売機と喫煙室、そして残念ながらこの時間は営業をしておりませんが、軽食が食べれる喫茶店があります。待合所を奥の方に進んでいくと、こちらの受付カウンターが見えてきます。本日乗船するマリックスラインと隣にあるマルエーラインは日替わりで鹿児島沖縄航路を航海しておりますので、おそらく明日のこの時間はマルエーラインの受付が営業しているかなと思います。乗船前にこちらの乗船申込書を全員が記載する必要ありますので、サクッと記載をしてしまってマリックスラインの受付の方に提出をしていきましょう。ということで、無事に乗船の手続き完了いたしました。こちらの乗船券なんですけれども、乗船するときにはもちろん必要なんですけれども、下船の時にもスタッフの方に渡す必要がありますので、なくさないように保管をしておきましょう。ちなみに前回の動画で私が乗船したフェリーあけぼのなんですけれども、そちらの船は本日の夜8時30分から鹿児島に向けて出発をするようです。待合室は非常に広くて椅子も数多くあるので、多くの人が集まっても問題ない広さのスペースにはなっているかなと思います。さらに待合所の一区画には畳も用意されておりますので、靴を脱いでリラックスすることもできそうです。やはりまだ朝が早くて頭があまり動いてないというところもありますので、ターミナルの自動販売機でコーヒーを購入いたしました。そのまま椅子の方でコーヒーを楽しもうと思っていたんですけれども、どうやら本日乗船するクイーンコーラルクロスが名瀬港の方に到着をしそうだというところで、私も外の方にやってきました。少し暗くて分かりにくいんですけれども、前回の動画で私が鹿児島新港から奄美大島名瀬港に向けて出発するときに鹿児島新港に停泊していた船です。船の総トン数は8000トン、全長は145メートル、速力は21ノットとなります。先日の動画の内容を細かく覚えてくださっている方や船に詳しい方だったら気がついたかもしれません。本日乗船するこちらのクイーンコーラルクロスなんですけれども、総トン数、全長、速力がマルエーフェリーのフェリーあけぼのとほとんど一緒なんですよね。
分かりやすい違いのポイントといえば、乗用車台数とトラック台数ですね。前回のフェリーあけぼのは合計126台を乗せることができたんですけれども、本日乗船するクイーンコーラルクロスは全部で74台という少し少なめの車両になっております。ということで、クイーンコーラルクロスの紹介も終わったところで、名瀬港への到着の様子をお楽しみください。クイーンコーラルクロスが名瀬港に到着して、鹿児島新港からやってきた乗船客の方々が下船をしております。私が乗ってきた時もそうだったんですけれども、やっぱり鹿児島新港から奄美大島にこの船でやってくる人は非常に多いみたいですね。ターミナルの中も少しずつ人が増えてきておりまして、おそらく部活動ですかね。ちょっと何部かまでは分からなかったんですけれども、そういった人の姿も見受けられました。およそ5分ぐらい経過した頃でしょうか。どうやら下船も完了したようですので、私も本日乗船するクイーンコーラルクロスに向かっていきましょう。残念ながら外は少し雨が降っているんですけれども、クイーンコーラルクロスまでの連絡橋はこういったように屋根がありますので、雨の影響を気にせずに迎えるところが嬉しいポイントです。横の方を見てみると、フォークリフトでコンテナを船に積み上げている様子がわかります。早朝からのお仕事、本当にお疲れ様でございます。ということで、いざクイーンコーラルクロスに乗船です。入り口で乗船券を確認してもらい、船内の旅客エリアの方に向かっていきましょう。旅客エリアへはどうやらこちらのエスカレーターを登っていく必要があるようです。エスカレーターを登りきると見えてきました。こちらがクイーンコーラルクロスの旅客エリアです。青を基調としたこちらのエントランスホールなんですけれども、とても美しいデザインをしているように感じられます。クイーンコーラルクロスの就航日が2021年11月ということもあり、非常に綺麗なエントランスホールですね。それでは本日お世話になる客室の方に向かっていきましょう。基本的に利用できるスペースは自由席となっているようなんですけれども、どうやら下船する港によってある程度はスペースが分けられているようです。スペースに向かう通路にはシャワー室というものも用意されておりました。ちなみに大浴場はありませんのでご注意ください。今回私はヨロン島で下船をすることになりますので、こちらのエリアを利用させていただくことになります。ヨロン島エリアのスペースはこんな感じ。結構広く感じますね。まだあまり人も多くなく、結構空いているスペースが多いので、一番奥のこちらのスペースを利用させていただくことにしましょう。ということで、部屋と言っていいのかわからないですけれども、部屋紹介行ってみましょう。今回の備品は少し柔らかめで大きな枕と厚めな毛布ですね。肝心のマットレスはというと3段に折りたたまれているタイプですね。マットレスの厚さはこんな感じ。若干薄めな気もしますが、まあ問題は特にないでしょう。ちなみにハンガーは1人につき1つずつとなっております。ベッドメイキングというほどのものでもないんですけれども、セッティングした後の様子はだいたいこんな感じになります。今いる場所からの視界はだいたいこんな感じですね。マットの色合いも良く、非常に居心地がいいスペースになっています。ちなみにこちらのエリアの端っこには服を着替えたりできる更衣室のスペースもありますので、そのあたりも安心できるかなと思います。あとはこのスペースに荷物を置いたりもできるみたいですね。ということで、自分のスペースを確保して荷物も置くことができましたので、エントランスホールに戻っていこうかなと思います。はい、エントランスホールに戻ってきました。乗船したばかりということもありまして、多くの人が行き来しています。ちなみにエントランスホールの横にある廊下には
このように座席が用意されております。またこちらのエントランスホールでは売店や案内所もあるんですけれども、こちらはすでに営業を開始していましたね。売店と案内所から反対のエリアにはこちらのレストランがあります。こちらも乗船時間に合わせてですかね、すでに営業の方が開始しておりました。正直まだあまりお腹は空いていなかったんですけれども、営業終了まで残り20分ということもあり、せっかくなのでレストランの中に入ってみることにしました。早朝にもかかわらず結構混んでいるのが印象的でしたね。ちなみに注文は食券スタイルとなりますので、チケットを購入して奥にいる厨房のスタッフさんに渡しましょう。厨房の中のスタッフさんも結構忙しそうですね。ちなみにドレッシングやマヨネーズといった調味料、割り箸などもこちらからもらうことができます。ということで注文した料理が到着いたしました。やっぱり朝はカレーを食べなきゃ始まらないというところもありますので注文してしまいました。先ほどあまりお腹が空いていないと言ったんですけれども、カレーを目の前にすると食欲がどんどん湧いてきますね。ちなみに割り箸はマリックスラインのオリジナル仕様となっております。それではいただきます。はい、ごちそうさまでした。食べる前は朝だしちょっと食べきるの苦労するかなって思ったんですけれども、気がついたらなくなってしまっていましたね。いやー、とても美味しかったです。ということでこちらの食器返却口に食器を返却してレストランを後にしましょう。こちらのレストランはまたお昼にも利用をさせてもらう予定ですので非常に楽しみですね。ということでお腹も満たされて心も体も大満足となったところで展望デッキに向かってみましょう。今までいたレストランは3階にあったんですけれども、展望デッキへは階段を1つ登った先の4階から出ることができます。ということで廊下を船尾側に歩いていき、突き当たりの扉から展望デッキに向かっていきましょう。乗船した時から少し時間が経ったためですかね、相変わらず雨は降っているので空は雲に覆われているんですけれども、それでも明るくなっている様子がわかるんじゃないかなと思います。定刻より5分ほど遅れて奄美大島の名瀬港を出港いたしました。この体に伝わってくるかすかなエンジンの振動と少しずつ港を離れていって海が見えてくる様子、これはもうやっぱり出港の時にしか味わえない感覚だなというふうに感じております。私が奄美大島に滞在をしていた時間はおよそ24時間といったような短い時間ではあったんですけれども、また訪れてみたいなというふうに思える島でした。今回の滞在では車を借りていなかったので、次回訪れた際は車を借りていろんなところを回ってみようかなというふうに考えております。ということでそんな奄美大島から少しずつ離れていく様子をご覧ください。早朝かつ雨の中という中での出港だったんですけれども、私の他にも多くの方が出港の様子を見に来ているのがとても印象的でした。ということで出港も終わりましたので船内に戻っていこうかなと思います。さてエントランスホールに戻ってきたんですけれども、やっぱり出港前と比べると人影はだいぶ少なくなっているなといったような印象を感じます。私も正直眠くはあるんですけれども、せっかくなので軽く船内の散策をしに行ってみましょう。といってもこのクイーンコーラルクロスの旅客エリアは3階と4階だけになっておりますので、そこまで設備の数は多くないかなと思います。ということでまずはこちらの4階にあるメイクルームのご紹介ですね。この場所自体は個室ではないんですけれども、個室のメイクルームもありますので気になる方も安心できるかなと思います。続いてはシャワールームですね。先ほど部屋に向かう際に男性用は見つけたんですけれども、女性用は4階にありましたのでご紹介いたします。
この他にも4階には船の前方の景色を望めるビューシートというものがあるんですけれども、そちらはまた後ほど紹介したいなと思います。ということで3階の方に戻ってきました。出港が完了したためでしょうか、すでに売店と案内所、レストランは閉店をしておりました。案内所の横には共用施設のキッズルームが用意されております。先ほどまでは中に人がいたんですけれども、今は誰もいないのでこのタイミングで紹介いたします。中に入ってみると、壁一面に貼られている奄美大島の動物たちが迎え入れてくれました。クッションの床もありますので、お子様も安心して遊べると思います。ということで一通り船の設備の紹介は終わったんじゃないかなと思います。先ほどコーヒーを飲んで元気満々だったんですけれども、さすがにちょっと眠くなってきたぞというところもありますので、一回部屋の方に戻って少し睡眠をしたいなと思います。与論島で降りる人はあまりいないんですかね。人も少ないのでかなりリラックスできそうです。それではおやすみなさい。はい、おはようございます。いやー、気がついたら3時間ぐらい眠っちゃってましたね。エントランスホールには多くの人がいましたので、何事だろうって思って外を眺めてみたら、どうやら一つ目の寄港地である徳之島に到着する目前だったようです。今見えている港は徳之島にある亀徳港という名前の港になります。1955年7月に設立された港で、港湾管理者は鹿児島県となっております。いやー、危なかったですね。危うく寝過ごしてしまうところでした。ということで4階から展望デッキの方に向かっていきましょう。展望デッキに出てみると、私の他にも何名かが亀徳港への到着の様子を見ていました。港の方を見てみると、港湾の作業員の方々が準備をしてくれている様子がわかります。よく見てみると、作業員の方が船から出ているロープですね、これを引っ張ってくれている様子がわかります。このロープは皆さんご存知だとは思うんですけれども、船を港に止めておくためのロープとなります。このように作業員の方々が頑張って働いてくれているからこそ、私たちは船旅を楽しめるんだなというふうに改めて感じました。せっかくなのでこのロープが張られる姿というのもご覧いただければと思います。ということで無事にロープも張られて港の方に近づいていきます。どうでしょう、あまり他の船旅系の YouTuber さんだとこういった作業員の方々にフォーカスを当てているチャンネルってあまりないかなと思うんですけれども、私のチャンネルともにジャパンではこういった作業員の方々あってこその船旅だと考えておりますので、このように動画にさせていただいております。ということであっという間に徳之島に着岸いたしました。この徳之島なんですけれども、南西諸島の奄美群島のほぼ中央にある離島となります。この徳之島なんですけれども、2021年7月26日に動植物の多様性が認められ、なんと世界自然遺産に登録されております。面積は約247平方キロメートル、日本の島では14番目の面積です。また2025年3月時点の推定人口は約2万1000人。子宝の島、結の島としても有名でして、合計特殊出生率も高いのが特徴の島となっております。どうやら地域での助け合いの精神が非常に強いようで、それが自治体の子育て支援にも反映されているようです。今回はちょっとスケジュールの関係上、どうしてもこの島には寄ることができなかったんですけれども、いつか訪れてみたいなと思える島ですね。というか、ちょうど下船が始まっているんですけれども、すぐ隣に見えている豚ですかね、すごい気になっちゃいますね。本当はもっと島の様子を眺めていたいところなんですけれども、
船内の売店の営業時間がかなり限られているところもありますので、一旦船内の方に戻っていこうかなと思います。ということで売店の前までやってきました。こちらの売店、各島の到着と出港の前後しか営業しておりませんので、今のうちに売店の中に入ってみましょう。売店の中はこんな感じ。結構広めに感じますね。売店では通常のコンビニやスーパーなどで見るお菓子やアルコールをはじめとするドリンクの数々、それにアイスなんかも購入することができます。また少し数は少ないですが、日用品も販売をしております。その他にも薩摩の英雄である西郷隆盛をパッケージにしたお土産類やマリックスラインのオリジナルグッズなんかも販売をしていて、非常に種類豊富な売店です。ということで、私が船に乗ったら必ず購入をする一品である5000円を購入いたしました。このクイーンコーラルクロスは船内が青色基調になっているんですけれども、それを反映したためでしょうか、5000円も青色でクイーンコーラルクロスの船体が描かれております。さて、少し時間も空いてしまいますので、せっかくなのでこのタイミングで4階にある展望シートに向かってみましょう。展望シート、正確にはビューシートという名前みたいなんですけれども、その場所はここ4階から船首側に向かったところにあります。ということで、こちらがクイーンコーラルクロスの展望シートとなります。長距離フェリーなんかと比べると少し狭いかなといったような印象はあるんですけれども、十分な広さですね。景色を望むことができます。ちなみに座席はこんな感じ。一人掛けのソファーごとに一つの小さいテーブルとコンセントがついているのがとてもありがたいポイントですね。このソファー席から見える景色はこのような感じになります。先ほど少し狭いということを伝えてしまったんですけれども、全言撤回です。とても居心地が良くてリラックスできてしまう空間ですね。定刻より少し遅れた状態ではありますが、無事に徳之島亀徳港を出港いたしました。遅れている時間としてはおよそ20分くらいですかね。クイーンコーラルクロスは次の目的地、沖永良部島にある和泊港に向けて進んでいきます。徳之島から沖永良部島まではおよそ2時間の船旅といったところでしょうか。ふと下の方を見てみると少し波が荒立っている様子がわかるかなと思います。ただあまり揺れというものは感じなかったですね。エントランスホールの様子はこんな感じ。やっぱりあまり人がいないといったような状況でしょうか。ちなみに今画面に映っている売店と案内所なんですけれども、徳之島を出港したためか一時的に営業が終了していました。反対側にあるレストランはというと営業はしていないんですけれども、スペースの方は開放されておりますので、こちらで少し時間を潰していこうかなと思います。時刻は少し経過し、沖永良部島への到着が近くなってきました。案の定といいますか、到着に向けて売店と案内所は営業を再び開始しております。少し迷ったんですけれども、せっかくなので展望デッキの方で到着の様子を眺めてみようかなと思います。曇り空ではありますが、幸い雨は止んだようです。今私がいるこの場所は3階船尾側の展望デッキとなります。見てください、この海の色。ちょっとなんていう色なのか形容しがたいところではあるんですけれども、船が通った部分だけこのような綺麗な色をしているようです。船の反対側に移動してみると和泊港の姿が見えています。この和泊港は1955年7月に設立され、港湾管理者は鹿児島県となります。この沖永良部島なんですけれども、奄美群島南西部に位置している島であり、鹿児島県の大島郡に属しているようです。鹿児島市から南へ約552キロの距離があるということから、今回結構な長さの船旅をしていることが分かりますね。ちなみに住所は鹿児島県になるんですけれども、鹿児島からの距離が約552キロというのに対し、
沖縄からの距離は約60キロ。距離だけ見ると沖縄の方がずっと近いんですよね。ということで沖永良部島窓場港、無事に到着いたしました。この沖永良部島はケイビングと呼ばれる自然の洞窟や鍾乳洞を探検するといった探検型のアクティビティが人気なようです。どうやら愛好家の間では洞窟の聖地と呼ばれているみたいですね。一旦船内の方に戻りまして、ついに待ちに待ったあの時間がやってきました。そう、ランチタイムです。いやー、お腹が空いてたんで助かりますね。レストランの中に入ってみると混雑とまではいかないですけれども、すでに昼食を楽しんでいる人も多く見受けられました。ということで食券を購入して料理を注文していきましょう。はい、こちらが注文したケイハンという料理になります。鶏飯と書いてケイハンですね。ご飯の上にほぐした鶏肉や椎茸、錦糸卵を乗せ、鶏ガラで出汁を取ったスープをかけた料理になります。それではいただきます。はい、ごちそうさまでした。とっても美味しかったです。若干量が少ない気もしましたが、まあ私が大食いなだけでしょう。このケイハンは鹿児島県奄美大島地方の郷土料理となりますので、皆さんも訪れた際にはぜひ一度食べてみてはいかがでしょうか。それにしても食リポってめちゃくちゃ難しいですね。テレビなんかを見ていても皆さんとてもうまく食リポをされるので、ついついその料理を食べたくなってしまうってことがあるかなと思うんですけれども、なかなかうまく食リポができないんですよね。引き続き練習に励んでいこうかなと思います。そんなことを考えながら営業している売店でお菓子を購入いたしました。ついでに自動販売機でこちらの炭酸水も購入。ちょうどこちらのスペースが空いておりましたので、誰にも邪魔されない至高のお菓子と炭酸水タイムを楽しんでいこうかなと思います。定刻よりおよそ45分遅れて沖永良部島を出港いたしました。どうやら波が想定よりも高くなっていたようで、安全の確認のために沖永良部島にしばらく滞在停泊をしていたようです。与論島への到着はやっぱり遅れてはしまうんですけれども、何よりも安全が第一ですからね。船長さんをはじめとする乗組員、従業員、スタッフの方々のご判断ナイスです。与論島への到着までは残りおよそ90分といったところでしょうか。このままエントランスホールをはじめとする共用スペースで時間を潰してもよかったんですけれども、せっかくなので部屋の方で休んでいこうかなと思います。部屋の方に戻ってみると、徳之島や沖永良部島で乗船した人がいたのでしょうか。与論島で降りる人が少し増えていました。ということで、このクイーンコーラルクロスでの2度目の睡眠、おやすみなさい。はい、おはようございます。いやー、雑魚寝とは思えないほどに気持ちよく眠ることができました。現在時刻は2時30分ということで、本来の予定スケジュールであれば少し前の1時40分に与論島に到着をしているんですけれども、先ほどの沖永良部島の出港の遅延のためか、まだ与論島には到着をしておりません。といってもあと少しで到着といったようなアナウンスがありましたので、このまま展望デッキにいようかなと思います。先ほどもそうだったんですけれども、この船が通った場所だけ海の色が少し変わる現象、とても幻想的でなんだかちょっとワクワクしちゃいますよね。そんなことを考えながら海を眺めていたところ、見えてきました。あれが与論島です。沖縄本島からの距離は約23キロということもあり、沖縄県の一部かなとも思われる方いらっしゃると思うんですけれども、なんとまだ鹿児島県なんですね。ちなみにこの与論島が鹿児島県最南端の島となりますので、これより沖縄県に近い島々は沖縄県ということになります。港から少し横の方を見てみると、白い
綺麗な砂浜見えているのがわかるかなと思います。下を見てみると、この透き通った青色の海、これは南の島だからこそ見れる海だなと改めて感じております。与論島の人口はおよそ5000人。主な産業は農業と観光業になっております。今の季節は春なんですけれども、夏にはシュノーケリングやダイビングを楽しむことができて、特に幻の白い砂浜と呼ばれている百合ヶ浜は絶景スポットとして有名です。ということで無事に与論島に到着いたしました。ちなみにこちらの港の名前なんですけれども、島の名前の通り与論港となっております。下船に向け一度部屋に荷物を取りに行ったんですけれども、この時にはすでにみんなエントランスホールの方に行ってしまったのか、部屋には誰一人として残っていませんでした。荷物を持ってエントランスホールに戻ってみると、すでに下船が始まっているようでした。クイーンコーラルクロスの内装を最後に一目味わって保管していた乗船券を確認したら、そのままエスカレーターを下り下船口に向かっていきましょう。ちなみに乗船券はこちらの通路の先で回収をすることになっています。乗船券をスタッフの方に渡して船から外に出てみると、与論島の暖かい空気が私たちを迎え入れてくれました。そのままタラップを降りて与論島に上陸するんですけれども、このタラップがちょっと怖いものになっておりましたのでお気をつけください。ということで無事に与論島に上陸しました。およそ9時間ぶりぐらいの大地ですかね。どうやら私が下船したのは結構後の方だったようで、すぐに与論島から出発する人たちの乗船が始まりました。ということで本日宿泊するホテルの方に向かっていきましょう。ここ与論港から本日宿泊するホテルまでは徒歩でおよそ50分。ちなみに私が調べた限りですと、バスなどの公共交通機関は運行をしていないようです。そのため多くの観光客はホテルの人に迎えに来てもらったりしているみたいですね。ちょっとネタバレになってしまうんですけれども、後ほどホテルに到着した後に確認をしてみたところ、どうやらホテルから港まで無料で送迎してくれるサービスがあったようです。今回私はジャランというサービスを使ってホテルの予約をしてみたんですけれども、そのサイトには送迎のことは特に記載がありませんでしたので、勝手に勘違いをしてしまっていましたね。視聴者様の中でもし与論島を訪れるといった予定がある方は、ホテルに事前に確認していくことをお勧めいたします。いやー、それにしても雨じゃなくてよかったと心から感じております。4月とはいえここは南の島ですからね。南国特有のむわっとした空気と表現すればいいんでしょうか。少し暑さも感じているので、だいぶ体力が削られてきてしまっております。普通に歩くだけであればまだマシだったんですけれども、この時私8キロのリュックを背負っていましたからね。運動不足の体には響きました。そんなこんなで歩くこと約50分、無事にホテルの入り口に到着いたしました。今回の与論島観光ではこちらのホテルサンヒルズフブ社様を利用させていただきます。どうやらこの場所は少し高台に位置している場所のようで、日中はカフェテラスとしても利用することができるとのことです。今はあいにくの曇り空ではあるんですけれども、天気が晴れて風が吹けばとても気持ちいい時間を過ごすことができるんじゃないかなと思います。こちらのサンヒルズフブ社というホテルなんですけれども、コテージ型のホテルになっておりまして、本日はこちらのコテージを贅沢に1人で利用させてもらいます。早速中に入ってみると、予想していたよりもさらに綺麗で広い快適そうなお部屋が私を迎え入れてくれました。ということで早速お部屋の紹介行ってみましょう。部屋の入り口には
冷蔵庫や電気ケトルのほか殺虫剤も用意されております。こちらがレストルーム。いや、めちゃくちゃ綺麗ですよね。部屋に浴槽はなく、あるのはシャワーだけとなりますので、人によっては注意が必要かなと思います。ハンガーの数は3つ。いや、もう十分ですね。ベッドのサイズはセミダブルくらいでしょうか。ちなみに浴衣もあります。部屋の紹介も終わりましたので、一旦外に出てこのサンヒルズフブ社のオーナー様と合流をします。本当にありがたいことに与論町の方まで送っていただけるとのことでした。ということで車でおよそ5分ぐらいでしょうか、与論町に到着しました。この与論町は与論島の一番栄えている繁華街っていうんですかね、そういった場所なんですけれども、先ほどのホテルからは歩くとおよそ20分ぐらいかかるとのことだったので、送っていただけて本当にありがたかったですね。少し迷ったんですけれども、先ほどたくさん歩いて少し疲れているということもありますので、今日は海を眺めながらゆっくりリラックスしていこうかなと思います。ということで海に向かっていこうと思うんですけれども、本当にもうすぐそこが海なんですよね。ということでおよそ徒歩1分の距離にありますこちらが茶花海岸という名前の海になります。少し曇ってはいますが、水平線がすごい綺麗に見えていますね。こんな綺麗な景色を目の前にして何も飲み物がないというのは残念な気もしますので、先ほど珍しくこちらのお酒を購入してまいりました。普段撮影をするときはあまりお酒を飲まないようにしているんですけれども、まあ今日ぐらいは自分を甘やかしてもいいでしょう。ちなみにこの日の夕食は近くにある芭蕉亭というレストランでいただきました。豚骨定食という料理をいただいたんですけれども、この豚骨というのは沖縄のソーキそばの上に乗っているお肉と同じようなものだよと教えてくださいました。味もとても美味しかったんですけれども、値段の割に量がとても多かったので大満足のレストランでした。ということで今回の船旅はここまでになります。このチャンネルでは毎週金曜日に船旅をメインとした旅行の動画を投稿しておりますので、よろしければチャンネル登録や高評価、コメントをしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。